大変なのだ。桜インターネットで大規模な不正アクセスが起きたのだ。2026年8月17日と19日に2度に分けて公表されたわね。しかも第2報では影響を受けた可能性のある会員情報が136万件を超えることが明らかになったの。136万？僕のアカウントも入ってるかもしれないのだ。落ち着いて、この動画では何が起きたのか、なぜ起きたのか、そして私たちが今すぐやるべき対策を順番に整理していくわ。よろしくお願いするのだ。まず全体像ね。今回の事案は大きく2つの被害に分かれているの。1つ目は桜のレンタルサーバーへの不正ログイン、583アカウントが対象よ。レンタルサーバーってホームページを置いておくあれなのだ。そう、ウェブサイトのデータやメールが置いてある場所ね。そこに侵入されて、一部にはマルウェアまで設置されていたわ。2つ目は販売管理システムへの不正アクセス。こっちが136万563アカウントね。桁違いなのだ。なんでそんなに差があるのだ？性質が違うからよ。レンタルサーバーは侵入された個別のアカウントの数、販売管理システムは会員データベースそのものにアクセスされた可能性があるという話なの。なるほどなのだ。可能性のある数ということなのだ。次は時系列ね。ここが今回のポイントの一つなの。2026年8月9日、桜インターネットがサーバ環境の異常を検知して調査を開始したわ。8月17日、第一報を公表。レンタルサーバーの583アカウントに不正ログインがあったと発表したの。そしてわずか2日後の8月19日、第2報、封じ込め対応の後、影響範囲を確認する過程で、販売管理システムへの不正アクセスが見つかったの。調べていたら別の被害が出てきたのだ。そう。しかも重要なのは、この販売管理システムへのアクセスが8月9日より前に発生した事象だと説明されている点よ。気づく前から入られていたのだ。その可能性が高いわね。攻撃者が侵入してから発見されるまでの時間を専門用語でドウェルタイムというのだけれど、これが長いほど被害は広がるの。では実際にどんな情報が影響を受けた可能性があるのか見ていきましょう。まずレンタルサーバー側、利用者識別子、メールデータ、ウェブサイトのデータ、ログ情報、そして顧客領域内に保存されたその他の情報よ。メールの中身まで見られたかもしれないのだ。それは怖いのだ。通信の秘密に該当する情報という言い方をしているわね。電気通信事業者としてかなり重い表現よ。そして販売管理システム側、こちらは会員 ID、会社名、部署名、住所、氏名、電話番号、ファックス番号、メールアドレス、生年月日、性別、さらに契約しているサービスの内容、契約期間、請求金額まで含まれるわ。個人情報のフルコースなのだ。そしてこの136万件のうち30アカウントについては可視化されたパスワード情報へのアクセスの可能性も確認されているわ。公式の発表に表で載っているのだ。ただし良いニュースもあるわ。同社はクレジットカード情報を保存していないので、カード情報の漏洩はないと明記されているの。それは助かるのだ。それと現時点でデータの外部持ち出しは確認されていないとも書かれているわ。でも確認されていないだけでなかったわけじゃないのだ。鋭いわね。その通りよ。調査は継続中だから、この先の速報で変わる可能性は十分あるわ。なお VPS、クラウド、専用サーバファイ、高火力ファイには影響がないとされているわ。それでメタン、結局のところ原因は何だったのだ？ここが今回一番はっきりさせておきたいところなのだけれど、侵入経路も原因もまだ公表されていないの。わからないのだ。現時点ではね、攻撃者の正体や使われたマルウェアの種類についても言及がないわ。2つの事案の関連性も調査を継続中と書かれているだけなの。じゃあ対策の立てようがないのだ。そんなことはないわ。ここからはあくまで一般論として、こういう構図の攻撃で典型的に何が起きるかを整理しておきましょう。断定ではないという前提で聞いてね。ホスティング事業者が狙われるとき、よくある侵入の入り口は大きく4つ。1つ目は認証情報の摂取、フィッシングや情報摂取型マルウェアで管理者の ID とパスワードを盗む手口ね。2つ目はインターネットに公開されているサーバーや VPN 機器などの脆弱性を突かれるパターン。
3つ目が今回の構図で特に気になるところ、1箇所に入られた後車内の管理系システムへ横に広がっていくラテラルムーブメントよ。サーバに入られてそこから会員データベースまで届いてしまうということなのだ。一般論としてはそういう連鎖が起こりうるということで、だから顧客環境と社内の基幹システムをきちんと分離できているかが被害の大きさを分けるの。4つ目は委託先や取引先を経由するサプライチェーン攻撃ね。本当の原因は続報を待つしかないのだ。そうね、だからこそ推測を事実として広めないことが大切よ。インシデントの初期は誤情報が一番よく広がるから。会社側がどう対応しているかも押さえておきましょう。技術面では不正に使われた認証情報の執行、アクセスの遮断、マルウェアの除去、そして関連システムの監視強化。公式発表にも対応の一覧が載っているのだ。サービス面ではデータベースアップグレード機能、プラン変更、移行ツールなど一部の機能を制限しているわ。機能を止めるのは大変なのだ。でも安全のためなのだ。そして総務省や個人情報保護委員会といった関係機関にも報告済み、2027年3月期の連結業績への影響は現在精査中とされているわ。メタン、ここからが本題なのだ。僕たち利用者は今すぐ何をすればいいのだ？いい質問ね。優先度の高い順に6つ挙げるわ。まず1つ目、桜のレンタルサーバーを使っているなら、サーバーの FTP パスワードとメールアカウントのパスワードを今すぐ変更すること。2つ目、会員メニュー、つまり契約管理画面のパスワードも変更しておくこと。ハス化されていたとはいえアクセスの可能性が示されているのだから。ハス化されてるなら安全じゃないのだ。ハス化は元のパスワードに戻すのが困難な変換のこと。安全性は上がるけれど絶対ではないわ。単純なパスワードや使い回しているパスワードは時間をかければ推測されうるの。じゃあ変えた方がいいのだ。そういうことよ。そして3つ目が実は一番大事。同じパスワードを使い回している他のサービスも全部変えること。漏れた ID とパスワードの組み合わせを他のサイトで片っ端から試す攻撃をパスワードリスト攻撃というわ。使い回しをしていると一つ漏れただけで芋づる式にやられるの。僕いくつか使い回してるのだ。今日変えましょうね。パスワード管理ソフトを使えばサービスごとに全部違う長いパスワードにできるわ。4つ目、2段階認証、いわゆる多要素認証を有効にすること。パスワードが漏れてもこれがあれば侵入をかなり止められるわ。5つ目、フィッシングメールへの警戒。今回メールアドレスが漏れた可能性があるから桜インターネットを装ったメールが来る恐れがあるの。パスワードを変更してくださいみたいなメールが来たら通用してしまいそうなのだ。まさにそこが狙われるの。鉄則はメールのリンクからは絶対にログインしない。必ず自分でブックマークや検索から公式サイトへ行くこと。最後6つ目、レンタルサーバーを使っているなら自分のサイトが改ざんされていないか、身に覚えのないファイルが置かれていないかも確認しておきましょう。全部やるのだ。最後にサービスを作る側、運用する側の教訓もまとめておきましょう。1つ目は検知までの時間を短くすること。今回検知より前から侵入されていた可能性が示されているわ。ログを集めて異常を早く見つける仕組みがいるの。2つ目、顧客が使う環境と社内の基幹システムをきちんと分離すること。片方が落ちてももう片方まで届かない設計ね。船の防水区画みたいなものなのだ。うまい例えね。まさにそれよ。1区画が浸水しても船全体は沈まないようにする。3つ目は管理系システムへのアクセスを最小権限にすること。4つ目はパスワードを強いハス関数とソルトで保存すること。5つ目が地味だけど効くわ。そもそも保持する個人情報を減らすこと。持っていない情報は漏れようがないもの。確かにカード情報を持ってなかったから被害が減ったのだ。そこは評価できる点ね。そして6つ目、公表の速さと流度をあらかじめ設計しておくこと。今回は検知から8日で第1報、その2日後に第2報という流れだったわ。調べきってから出すか、分かった分だけ早く出すか、難しいところなのだ。そうね。ただ利用者が自営できる情報ほど早く出す価値が高いわ。パスワードを変えてくださいという呼びかけはまさにそれ。それじゃあまとめましょうか。
2026年8月、桜インターネットで不正アクセスが発生。レンタルサーバの583アカウントと販売管理システムの136万件以上の会員情報が影響を受けた可能性があるのだ。2つ、侵入経路と原因はまだ公表されていないのだ。調査は継続中なのだ。3つ、クレジットカード情報の漏洩はなし。データの外部持ち出しも現時点では確認されていないのだ。4つ、利用者は今すぐパスワードを変更して使い回しをやめて2段階認証を有効にするのだ。5つ、桜インターネットを装ったフィッシングメールに厳重注意なのだ。よくまとまってるわ。この事案はまだ進行中だから必ず公式の発表を確認してね。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。最後にお知らせなのだ。フードデリバリーのロケットナウ、今なら招待コードを入れて登録すると1000円もらえるわ。招待コードは MRNNWEG なのだ。リンクとコードは概要欄に置いてあるわ。それじゃあまた次回。またなのだ。